ファノポリス。やっていく動画だよ。A long time ago, Phonopolis was a city abundant with loudspeakers. At every corner, they urged us to work and orchestrated our lives from dawn to dusk. We all listened to their commands, building our leader's masterpiece in unison. That is, until the incident at the old opera house. Oh, by the way, my name is Felix. It means luck. The loudspeakers stripped us of our past and left no room for doubt, because only a human can doubt. But we were stronger than that. We were a whole crowd. Everything seemed crystal clear. 労働が義務になった世界。今回はその世界の主人公フェリックスになって、とある事件に巻き込まれていくようだぞ。ゴミ作業員が主人公なのだ。どうやらここでは覚醒器によって、労働者たちの行動が制限されていた。どういうことなのだ？ちょっと見ててね。こうやって、フェリックスを歩かせてみると。覚醒器から音が出たのだ。そういうこと。指導者ってやつが覚醒器からの命令を使って自由に行動できないようにしてる。ひでえ話なのだ。ほら、ここのポスターにも書いてある。聞け、従えか。そんな毎日を疑うこともなく、彼らは指導者の大きな像を作ってるみたいだな。とんだディストピアなのだ。ズンダモンはどうよ。こういう世界。嫌だけど。でも現実世界がある意味で。皆まで言うな。うすん。覚醒器の仕組みが気になるところだが、彼らは忠実に仕事を進めている。次の一山に移動したのだ。フェリックスも粉砕機を押してるね。何かにつまずいた？穴に落ちちゃったのだ。落ちた先は真っ暗闇。怪我はなさそうなのだ。たくさんのガラクタらしきものがクッション代わりになったみたいだな。運がいいのだ。Where am I? Hello? 上には登れないな。どうすればいいのだ？上がダメなら横ルートを探してみよう。わかったのだ。どうやらこっちの方に進めそう。出口が見つかるといいんだけど。These old paintings and that woman. She must be from the old times. 謎の女性の絵を発見。It's as if I've already seen this somewhere. フェリックスはこの人物に既視感があるようだ。これ、蓄音機だよね。だと思うけど、初めて見るだってさ。そしてすぐ隣にあるのは劇場の舞台かな。綺麗な歌声がするのだ。さっきの肖像画の嫉妬かもな。さて、この古ぼけたオペラハウス。どうやらフェリックスの他に誰かがいそうな気配。お化けじゃないよね。どうだろう。幕の中の舞台装置も勝手に動く。きっと何かがいるはず。ちゃちゃっと舞台上の装置を片付けてみる。お化けじゃありませんように。このピラミッドをどかしたら終わり。さーて、何が出てくるでしょう。Ooh, and what might this be? This looks funny. Maybe I can put it on my ears. I think I'll keep it. お化け、いなかった。お化けはいなかったけど、ヘッドフォンらしきものがあったな。ノイズキャンセリング機能付きヘッドフォンを手に入れたフェリックス。しかも壁紙の向こうには地上へのはしごもあった。これでとりあえずは元に戻れる。再び労働の日々が待っているのだ。指導者のために。働く日常。彼にとっての当たり前の日々。このはしごを登ったら、その場所に戻ることになります。疑わず働くのだ。壊れた劇場。蓄音機。そこから流れていた美しい歌声。
彼らが片付けている過去の遺物。気になりますね。A tone will come so strong that it will set us free from our doubts. Unnecessary human clutter.「せっかく戻れたはいいけれど、やはり覚醒器からは逃れられないんだね。みんなそれで良さそうなのだ。確かに強い不満もなさそうだ。それなら問題はないね。でもこのヘッドフォンをつけてみたら？急に静かになったのだ。Why are they collecting these beautiful things? They seem exhausted. That vase was for flowers. お、ヘッドフォンすごい。I'm not hearing any orders from the loudspeakers. Not. これなら自由に動くことできちゃう。覚醒器さん激おこなのだ。そりゃ、言うこと聞かないんだもの。粉砕機も放置していたら、機械を破壊してしまった。だって働く気分じゃないのだ。そしたらサイレンが聞こえてきて。あ、なんかまずい雰囲気なのだ。紛れもなく、まずい雰囲気。Excuse me, Mr. Officer, but I can't hear you. 聞こえないのをいいことに。強気なフェリックス君。I don't feel like working today. まさかの強制連行です。あらら、なのだ。I had no idea how quickly my life would be turned upside down. I became a disobedient member of society, and such people were always dealt with the same way. They faced the ear wash. 待ち受けるのは耳の洗浄。そんなことされたら、よく耳が聞こえるようになっちゃう。いいことなのだ。あれ、いいことなのかな。というわけで何度かここから脱出したい。目の前には車の操作ボタンが見えるよ。よし、僕がちょちょいと運転してあげるのだ。ずんだもん。無免許だよね。心配ないのだ。ここは僕に任せるのだ。あれれ、なんか違うのだ。操作盤をめちゃくちゃしてたら、車が爆発した。壊しちゃったのだ。車は壊れたけど、そのおかげでフェリックスは脱出成功。ずんだもん。よくやった。さすが僕なのだ。たどり着いたのはフォノポリスの労働者地区。覚醒器の影響なんで怖くなくなったから、自由に動けるうちに、警察から逃げなきゃ。もう捕まりたくないのだ。けど、どこに行ったらいいんだろう。ポスターが気になるのだ。ほんとだな。ちょっと見てみよう。Renegades. They look like trouble. 公共の敵？フェリックスみたいな人が他にもいるんだろうか。ねえねえ、こっちのポスターは？ Everyone has their designated place. 階級をわきまえろ。ふむ。他にも。来てだの。従えだのって、本当に自由がなさそうな場所なんだな。階級によって行ける場所も決まっているとは。厳しい世界なのだ。ということは、フェリックスが行けるのは労働者地区だけ。隠れられそうな場所、あるんかな。なんだなんだ？ It'll be a pleasure to meet you, Mr. Felix. Come to an apartment in the women's house. Fellow companions. 謎の手紙の差出人は誰なのか確認しないとな。指示された場所に行ってみるのだ。This seems fishy. Why are they inviting me, of all people? 手紙の絵と同じ形の建物に到着。ここの4階に行けばいいんだな。けど、実際は3階から上に行けなくなっていた。どうするのだ？そうだな。右下のはしごは使えそう。あのはしごを借りてこよう。
けど部屋には入れないのだ。それは困ったな。どうにかして人を移動させたいが。拡声器を使うとか。なるほど。その手があった。ずんだもん冴えてるな。褒められたのだ。動く場所をうまく使ってここにいる人たちにどいてもらうぞ。まずは3階の部屋の下で煙突を起動。3階の住人が表に出てくる。拡声器に促されて青い男性が移動。これではしごが取れるのだ。そうだな。3階の女性が日光浴をするのでそれを落とすとして、彼女には青い男性とイチャイチャしてもらおう。その隙に4階の排水を流しておばちゃんを移動させ、フェリックスははしごを使って目的地へ。こんな感じで仕掛けを解きながら進むというわけね。ようやく手紙の差出人とご対面なのだ。そうだったそうだった。誰があんな手紙をよこしたのか。きっと同志に違いないよね。指定の部屋に入ると、古めかしい歌手や音楽家の肖像画があり、指導者が禁止している古めかしいものがひしめいていた。そして待っていたのは、おじいちゃん3人組だった。手紙の主なのだ。作曲家、音楽評論家、元指揮者という3人組は、公共の敵のポスターの人物たち。こりゃまずい。とりあえず話だけでも聞いてみよう。We saw you at the old opera house. I've never been there, but I know you. You betrayed our leader and his great idea. Oh, please, Mr. Felix. They laugh. Do you still believe that? Why'd you keep wearing these headphones then? Don't you like the leader's loudspeakers? And what about the absolute tone? Everyone knows the absolute tone will help us to work harder than ever, as a perfect machine, free from all the doubts and despair of the old times. Only that will make us happy forever.That is nonsense, and you're well aware of it, Mr. Felix, says the tall one. The loudspeakers do not even work as intended, and the absolute tone is nothing but an empty promise that will not do any good for anyone. It's just not going to work. Bear in mind that only the old and the beautiful can guide us towards perfection, Mr. Felix. And what about the woman and her beautiful voice? Who is she? I continued asking. That's Raquel, Mr. Felix. Don't you remember her? No, I've never seen her.Oh, but you have, Mr. Felix. The entire city knew her, and you must have too. The leader must have already erased everyone's memory. It's the bloody loudspeakers. They dig deep into people's minds. So, who is this Raquel? Everyone adored her singing. Her voice was so pure and enchanting. Truly an exceptional talent. 誰か来たよ。せっかくこの世界の革新的な話を聞いてたのに。ここで捕まっては元も子もないので、とにかくおじいちゃんの真似をしてフェリックスも隠れます。危機一髪だった。間に合ってよかった。何度かフェリックスを外に逃がしてあげないとね。こいつらの目を何かで引きつけたいのだ。そうだな。こうしてみたらどうだろう。まずはシャンデリアを揺らして、次に鳩時計を連続で鳴らして、落とした時計に集中してる。今のうちなのだ。さあ、はよこっちへ。いいぞいいぞ。そのまま逃げ切ってしまえ。階段はまだついたままだ。これなら1階まで降りられる。そこから行ったら危ないのだ。大丈夫か？果たしてあの高さから落ちて助かるのか。きっとこれはあの世での出来事なのだ。フェリックスはふわふわと漂いながら自分の夢の世界を泳いでいた。鳥かごや楽器が浮いているのだ。代償にぶつかるたびに衝撃を受けながら最終的には太陽のような女性を見つけた。おそらくあれは話に出てきていたラケルなのかも。ラケルは何かの仮的な存在なのかもしれない。What was that? A dream? Was I really dreaming? That's impossible. I haven't had dreams in a very long time. No one in the city has. 女性宿舎の隣の建物に落ちたんだな。地面じゃなかったのは良かったのだ。相変わらず運のいい男だ。目覚めたフェリックスが目にしたのは大々的に行われているパレードだった。
これが噂のアブソリュートトーンなのかな。アブソリュートトーン。指導者の洗脳音声を流してより強固な体制にしていくってことらしい。怖いパレードなのだ。さあ、うだうだしてる暇はないぞ。追っ手を負けたかはわからないからさっさと先に進むよ。綱渡りなのだ。巻き戻されてるのだ。あらら、追いつかれてしまったか。こうなったらロープの動きをよく見て何度か反対に渡るしかないぞ。頑張れフェリックス。あとちょっとで渡りきれる。これなら渡ったも同然なのだ。よしよし、いいぞいいぞ。なんか飛んできた。バランスが崩れたのだ。通気口に落ちてしまった。フェリックスは通気口を進みながら警察に追われる身になったことに恐れをなし、そしてこれまで当たり前だった支配体制に疑問を持つようになった。洗脳が解けてきたのだ。けど行く先にはすでに警察が回り込んでいた。これはどうしたものか。先が思いやられるのだ。まずはこのピンチを切り抜けないといけない。どうやらエレベーターが一気どこかに繋がっていそうだ。あれに乗れればこの建物からは出られそうだな。とりあえず前に進むのだ。と、行き止まりか。ここは民家なのかな。テレビを見ている男性と編み物をしている女性がいる。このままじゃバレちゃうのだ。どうしたもんだろ。壁一面が動かせるからそれがヒントなんだろうな。壁の色はグレー、赤、青の3色。そして家具がくっついている。テレビがかかっている壁がグレーだからそれに合わせてみろってことを。やってみようやってみよう。新たなボタンが出てきた。壁がくるりんってしたのだ。ということは色を揃えたらまたボタンが出てくるかも。そして全部やってみたところボタンがこれだけ出てきました。ここからどうするんだ。覚醒器が使えるようになったからこれを使ってこの2人をどかしたいんだよね。でもこのままだと多大絵の中で過ごすだけなのだ。そうなんだよな。とそれぞれのボタンを試していたらキッチンの壁の時に動きが。ミキサーのプラグを挿したらテレビが消えちゃって男性の方ができる。力任せにプラグを抜いたら通気口がガタガタし始めたんだ。フェリックスが動けるかもしれないのだ。けどこれを何回も繰り返しただけじゃ通気口は外れなかった。どうすればいいのだ。よくよくこの2人を観察していたらあることに気がついたんだ。男性は飲みかけのビールをテレビの上に置くんだけど女性はそれが許せない。そこでだいたい一悶着を切るんだよね。そしたらその一悶着を起こしてみるのだ。よし、やってみるから見ててね。怒ってる怒ってる。トイレに流しちゃったのだ。うわ、これはまずいんじゃない？でも状況が変わったのはいいことかも。覚醒器の対象があべこべになったからまたこれで2人に違う動きが指示できる。そうした結果がこんな感じに。男女入れ替わっちゃったのだ。そう、男性の方がパーマを当てて編み物をして女性の方がビールを飲んでテレビを見始めた。この状態でミキサーを動かしてみたらどうなるかな。これは期待。では早速。男女入れ替わったので男性がまずプラグに挿してミキサーを動かそうとするんだけどテレビを見ていた女性が激横になるんだ。そういうこと。そして体格のいい女性が思い切り引っ張って見事外れたのだ。さあ、これでフェリックスの移動が可能になった。夫婦喧嘩も始まってしまったけどね。旦那さん、奥さんが出て行っちゃったのだ。夫婦喧嘩は犬も食わぬ。気にせずに進んでしまおう。すっかり編み物に夢中なのだ。けど監視の目は免れなかったか。あとちょっとだったのに。まだ捕まったと決まったわけじゃないぞ。急いで逃げるんだ。合点。夫忘れてた。外には警察が待ち伏せていたんだったね。ここも覚醒器の力をうまく使って逃げ延びよう。どうすればいいのだ。覚醒器で掃除担当のおばちゃんを呼んで
床掃除をしながら警察を追いやってもらうんだ。これなら視界から隠れられるのだ。今のうちにエレベーターに乗り込むよ。なんとか逃げ延びれたのだ。と思ったのが間違いだったのだ。反対側から新たな追っ手が来ていたとは、追い詰められてしまい、パレードのど真ん中に落っこちてしまったんだ。このままだと逃げることは不可能。警察官を振り落とすよ。物騒なのだ。もちろん運転はずんだもんにやってもらうからね。また壊しちゃうかもしれないけど、いいよ、僕に任せろなのだ。上下のスクラッチを合わせたら動きに強弱がつけられるってわけか。分かったのだ。やってみるのだ。早速一人落としたね。急停止したら上の人が落ちてきたぞ。排気口に頭突っ込んでる。ちょうどいいや。加速するのだ。吹っ飛んだな。あと一人。こいつはどうする？そうだな。とりあえず乗っている拡声器をどんどん上にやってスピード出してみよう。見事な脱落。これで追っ手は振り払えた。このまま乗って逃げられたりしないかな。それはどうだろう。Well, that should keep them off my back for a while. また壊しちゃったのだ。いや、落ち込むのは早いぞずんだもん。ほら、見てみなよ。 Every ride I take ポータルに衝突した結果、チェック機能がおちゃんになっている。今なら上の地区に逃げ込めるぞ。むしろぶつかってよかったのだ。そういうこと。エレベーターの起動はこの機械かな？ボタン式じゃないのだ。インベーダーゲームみたいなの出てきたんだけど、手がかかる仕様なのだ。これをクリアしないと先に行けないのか。あんちゃん、頑張るのだ。わかった。やってみるよ。まずは波線に変えるでしょう。次は色を赤に変えて。こっちは点に形状変更っと。最後のはちょっと複雑だな。仕組みを理解するまでは、こりゃ、難しいミニゲームだ。よく頑張ったのだ。逃げるのも一苦労だね。けど、これでエレベーターに乗れる。次のフロアにレッツゴーだ。ここから先はフェリックスにとっても未知の領域。どうやら労働者階級を支配する官僚たちがいる場所らしい。このポスター、ラケルが乗ってるのだ。おや、ラケルは体制側なのかな。ここからさらに上の地区もあるようで。アバンギャルド地区？上流階級のみが立ち入りできる場所なんだって。じゃあ、フェリックスは入れないのだ。壊せば入れるよ。その手があったのだ。冗談はさておき、ふらふらと隠れる場所を探していったところ、路地裏であの3人組を見つけた。おじいちゃんたち、口喧嘩してない？ Be quiet, Dagiev. 何やらラケルが信じられないとか言ってるね。そのラケルが今夜、指導者と一緒にアブソリュートトーンを歌うんだよ。おじいちゃんたちの表情が変わったのだ。 Sung by Raquel's voice would embed itself deep into everyone's soul. It would mean the end. People would be changed forever. So, if Raquel betrayed us, does that mean the leader is invincible? It would seem so. ラケルが歌ったら終 There's わりな nothing のだ。 left to say, Mr. Felix. It seems we've lost. なんてこった。希望の光だったラケルはやはり体制側へと寝返ったのか。今の話からするに、ラケルを助けなきゃいけない感じだね。でも寝返っているって話なのだ。それについて真相は闇の中。ってことか。と左方向に警察を発見。反対側に逃げるぞ。合点。さっき通れなかったところが通れる。みんな何かに並んでいるのだ。これは何だろうか。青い方は全然並んでない。それじゃあ、青い方に行ってみようよ。そうしてみるか。ここが入り口っぽい。なんだ、トイレか。って待って、仕切りがないの？しかもタンクから視線を感じるんですが。
警察が待ち伏せしてたのだ。ああ、また連行されるのだ。そのようだ。残念。とここは、どうやら刑務所に送られた感じ。重罪扱いなのか独房に放り込まれた。It's too high. I might need a rope. ロープって言っても、何かあるかな。電球の先の紐なら代わりになりそうなのだ。届くかな。ダメか。これじゃ打つ手なし。逃げることもできそうにないや。積んだのか？なすすべなく、狭い部屋の中を行ったり来たり。さてどうしようか。どうすればいいのだ。電球には手が届かないし。フェリックスに疲れが見えてきたな。うとうとしてるのだ。ここは、また夢の中、なのかな。鳥になっているのだ。どこに飛んでいくんだろう。なんとなくこっちの方から呼ばれている気がする。あ、見て見て、向こうに大きな何かが。あれは、ラケルなの？不思議な夢だった。鳥かごに捕まっている女の人がいたね。そう。まるで指導者の像の中に、囚われていることを暗示してた。そして目の前には夢に出てきた鳥にそっくりな子が入ってきた。これを使ってここから逃げるのよとでも言いたげに。賢い子なのだ。Her voice was calling me, I was certain. She sang from afar about what no longer existed, but it was as if I knew it all, as if I really remembered her. さあ、これで逃げる準備ができそうだ。これをロープ代わりにして。放れよっと。ぶつ切りになっている足場をうまいこと道にしてあげればいいのかな。よし、階段のところまでつながるようにやってみるよ。よろしくなのだ。できた。あれ、これだとサーチライトに引っかかるな。先にライトの回り方を変えないといけないんだ。ここのレバーを引っ張れば。反対回りになったのだ。これなら最初の道のつなげ方でクリアできそうだね。一旦ロープまで戻ってから道の順番を変更するよ。これで刑務所から逃げられるぞ。脱獄成功なのだ。Alright, I've got to find the three elders and tell them about my dream. Raquel is in フ danger. ェリックスは自分が刑務所内で見た夢の話を例の3人組に話して聞かせた。すると、一旦は疑ったものの、ラケルを連れ戻して来てほしいと彼らは言ってきたんだ。Passing through the portal to the avant-garde quarter is impossible. You would have to look like a member of the avant-garde cast. And only those chosen by the leader belong there.
However, there's another way through the water pipes. And don't forget our agreement. Bring her right to us. アバンギャルド地区には水道管を通っていくのだ。というわけで、水道が通っていそうな、あの場所に向かうとしよう。ゴーゴーなのだ。水道といえば、お手洗いでしょう。フェリックスと警察が暴れたせいで、青い方のトイレは使用禁止になってるね。赤い方は誰もいないのだ。だけど、フェリックスが入ろうとすると入り口が動いちゃう。こっち、女子トイレなのかも。このままひねっていったらどうなるかな。壊しちゃったのだ。失敗は成功のもとってやつだな。ちょっと意味が違うけど。そしたら青いトイレの後ろにある止水栓を回したら、水道管に入れるんじゃないかな。硬そうなのだ。Ugh, it's jammed. I'll need a wrench. スパナか、ずんだもん。持ってないよね。持ってるわけないのだ。そしたら誰か持ってそうな人を街の中で探してみよう。スパナといえば、工具。工具といえば配管工。というわけで、配管工さんのお宅に伺います。真ん中のお家なのだ。これ、どういう仕掛けかっていうと、どうやら凹凸をうまく合わせられたら OK みたいなんですよね。なんでこんな仕掛けになってるのだ。入るの大変そうなお家だよね。んで、まずは真ん中のお家だけど、ここは一面に緑の丸だけがついていて、これを起点に順番に合う形を探していけばよいのかと考えてみたよ。緑の丸を持っているのは左上の家だけみたい。なので、左上から時計回りに考えていった結果、全部の凹凸が重ねられた配管工の家への階段が登場したよ。さあ、スパナを借りてこよう。大きい動機。わあ、引き続き仕掛けがあるんだ。これはなんだ？また入るのが大変そうな家なのだ。せっかく頑張って働いて手に入れた家が、こんな複雑なのは困らないのかな。時にしてもしゃあないのでやっていくとしよう。最初に目についたのはこの煙突かな。この煙突に蓋をすると、屋根が外れたね。壊したんでは。次にホースを青い土に差し込んでみると、下の穴のところまで煙が届くようになって、またグラグラしてきたのだ。今度は家の真ん中が開いた。いろんなものがぎっしり詰まってるのだ。それらをきれいにポイッとしてしまおう。なんか横から出てきたのだ。ほんとだ。バネがついた何かだね。床が開閉できるようになってる。蛇口なのかも。There he is. Worked so hard, now he's out like a 家主の配管工さんは熟睡中だった。ふむ。この謎のバネで下からはたけそう。洗濯物を下に落とすと、女性が出てきて下に吸い込まれていった。大丈夫なのかな。大丈夫だと思いたい。めっちゃ叫び声がしたけど、怖いから蓋をしちゃおう。蓋をした床下から噴水が上がってる。これ、水の勢いで配管工さんを起こすとか？あのアンテナを寝ている上に持ってくればキャッチできるんじゃ。よしよし。これで回転させたらどうかな。でサイレンの音なのだ。うわ、もしかして警察にバレた？いや、消防の人だったか。ドキドキした。救助に来たのだ。だけどそこにいられると正直邪魔なんですよね。水の勢いを借りて消防士さんたちにはちょいとお休みいただいて。なるほど、フックのところに誘導するんだね。そうそう。そしたら動かなかった上段部分が回転できるようになって、ホースが上まで繋がったから、これで配管工さんまで水が届くようになったはず。これでスパナ借りられるね。よっぽどお疲れなのか。まだ寝てるのだ。起こさなくて済んだのは良かったことだと思う。さあ、水道管に戻るよ。あいあいさ。
水を止めるのだ。だどうした？ってここから先は潜入なんだよね。ずっと潜入みたいなもんじゃない？そこまでひそひそ声じゃなくて大丈夫だよ。なんだ。じゃあ気にしないで行くのだ。今のところ見つかってないしな。水道管も止められたので先に進もう。アバンギャルド地区が待ってるのだ。Well, this doesn't quite look like the avant-garde quarter, but there's another pipe up there. アバンギャルド地区にすぐたどり着くと思いきや、まだ途中だったみたいだな。あそこに水道管があるのだ。その水道管を通るわけだな。けど、蓋が閉まっているし、なんなら足場もない。どうやってたどり着けばいいかな。よし、やってみよう。まずはどうするのだ？液体を出すホースがあったから、それを受け止められそうな形の容器を移動させてみた。これは合っていそう。とりあえず一通り滑車を持ち上げたり、移動させてみてから考える。ここから出ているホースが意味深なんだよね。つなげられそう。燃料を補給したわけか。同時にドリルも回転した。このドリル、高さが変えられる。これを使えば、左側の蓋も外せそう。その前にちょっとこれやってみて。何するの？火花が散っているところに燃料を置いてみてほしいのだ。火がついたのだ。これがしたかったの？そうなのだ。危ないこと思いつくもんだな。気が済んだのだ。そいじゃ、ドリルで反対側を削るね。出入り口が出現したのだ。青いパイプのところも削れそうなのだ。オッケー。これで削れそうなところは削れたけど、唯一足場になりそうな木箱からは落ちちゃうし。そんな足場燃やしちゃえばいいのだ。どうした？確かに、この火に風を送れば燃えるか。燃え移ったのだ。木箱を燃やしたら、中から何か出てきたぞ。これならフェリックスも登れるのだ。そうか。この台座に風を送り込めば。火を見で人が変わったかと思ったが、ずんだもんの行いのおかげで道が開けたね。大したことしてないのだ。火の扱いには気をつけようね。もちろんなのだ。今回はここまで。後半はアバンギャルド地区に潜入だ。ラケルを助けるのだ。どんな結末が待っているのか、乞うご期待なのだ。それではここまでご視聴ありがとうございました。またね。